この小さなカメラはただのおしゃれカメラではありません。激しい水しぶきのかかる場所や太陽光の明るいところでもライブ ND や防塵防滴性能で問題なく撮影ができます。この高機能さを持った小型ボディはマイクロフォーサーズセンサーならではの魅力です。このカメラの性能を確かめるべく千葉県房総半島へ旅に出ました。はい、皆さんこんにちは、あきらです。今回なんですけど、千葉県房総半島に来ています。はい、というのも今回こちらのカメラ OM システムさんの OM3 ですね。こちらをねちょっと今回お貸し出し試すね機会をいただきましたので、ちょっと今日はですねこれでちょっとアウトドアいろんなところにお出かけをしてこのねカメラをたくさん使用していこうかなというふうに思っています。で今回ねちょっといろんなスポットをね巡ろうと思うんですが、このカメラさ見てください。この見た目めちゃくちゃ可愛いこれでねたくさん撮っていこうと思うんですけれども、まずはねちょっとこのカメラがどういったものかっていうのをねご紹介できればなというふうに思っています。このカメラねすごい見た目がクラシカルじゃないですか。めちゃくちゃねデザインも可愛い仕上がりになってるんですけど、ただ見た目がいいだけじゃなくて性能はねものすごい詰められています。結構ねこう上位機種といっても過言ではないぐらいの、性能をね詰めたカメラになっているんですね。でこの OM3 というのは OM1、OM3、OM5 と OM システムさんたくさんでラインナップがあるんですが、よりねこうフラッグシップというかよりこう上位機種の OM1 とよりエントリー向けの OM5 の中間にあたるようなね使いやすいねレンジのカメラにはなっています。でセンサーとかエンジンは OM1M2 っていうね、よりこう上位機種のものとほぼ同等のねものが入ってるので、本当にね撮影自体はもう全く問題なくね撮ることができます。で外観に関してはフィルムカメラの OM1 のこうデザインとか見た目っていうのを継承した、現代で使えるデジタルカメラというような設計になっていて、でグリップ自体はね、全然ないんでフラットなデザインなんですけど、ちょっとね親指のサムレストみたいなものがあるので割と安定して持つことはできます。で上面のねグーカン部分のねデルタカットも持ちやすさをね考えられたようなデザインになっていますし、あやめのローレット加工のね上質なダイヤルがあるので結構ねクリクリ回してるだけでも楽しいね操作感になっています。 OM1M2 からね体積比が 25% ね、小型化してるということになるので、割とね持っていてもすごく小さいなと思うし、僕以前ね OM1 のレビューをしたことがあるんですけど、あれに比べたらねかなりね小さくてコンパクトで持ちやすいねデザインかなと思います。で基本的なスペックのところもねご紹介します。このカメラねフォーサーズセンサー、マイクロフォーサーズマウントになるんですけれども、いわゆるフルサイズよりも小さい APS-C よりも小さいフォーサーズのものになるのでセンサーかなり小さいです。その分ね光を取り込む量がね少なくはなっちゃうんだけれども、でもねこう望遠側にね強かったりとか手ブレ補正がねとにかくいいというようなです、特徴があったりはしています。であとはねこのマイクロフォーサーズによってレンズもねこんなに小さくね、作ることができるっていうところになるので、システム全体がね小型化できるというようなメリットもあったりはしますね。有効画素数は2037万画素で、記録メディアは SD カードが入ります。ボディ内手ブレ補正が5軸、中央 6.5 段、周辺は 5.5 段というような、内容になっていて、嬉しいのはねモニターがバリアングルモニターになってます。バリアングル液晶なので、いろんなこう撮影、これはね自撮りとかももちろんなんやけど、なんか意外と景色撮る時とかにこう地面に置いてやるとか、ちょっとこうバリアングル開けて撮りやすい時とか、結構ね今日撮っていくところによってはね絶対使いやすさがあると思うので、ここら辺はね結構作りがねいいかなと思います。ファインダーに関しては236万ドットのファインダーになってるので、正直なところすごい綺麗かって言われたら超綺麗ってわけじゃないけど、でも全然ね撮影を楽しめるぐらいの解像度感にはなってるかなと思います。で IP53 のね防塵防滴仕様にもなってますので、結構水しぶきとか、この後滝に行きますが水しぶきとかも全然余裕で、使えると。雨も多少の雨もいけるし、砂ぼこりとかもねその辺も気にせずに扱えるぐらいのね防塵防滴性能になっています。で今回 AI 被写体認識 AF が搭載されているんですよ。これがね最近のカメラよくあるんですが、だいぶとね特定のね被写体を撮りやすくなっています。基本的には OM1M2 とね、同じ製造にはなるんですけれども、なんといってもこの見た目でね使いやすさをねこう両立してるカメラって意外とないんで、これはねちょっと今回僕たくさん使っていくのがね楽しみかなと思っております。ということで今日はねせっかく千葉県の房総半島に来ましたので、この2日間ですね、ちょっと、チームアキアムービーと一緒にねいろんなところを巡ってたくさんね楽しんで撮っていきたいなというふうに思います。それでは行きましょうか。うわーすごいすごい、じゃじゃーんよもぎ不動滝というね場所に来ました。すごくない？このさ滝壺こんなに近づけるさ滝って意外とないんですよ。
おお、迫力すごい。じゃじゃんと滝の長さはこれぐらい、何メーターぐらいかな、10メートルぐらいはあるかな。結構な迫力ですよ。はい、でこっちにミニ滝もありますね。はい、ちょっとここで撮ってみようと思います。OM システムさんのねカメラといえば ND 機能なんですよ。これがやばいんでね、ちょっとねご紹介させてください。 OM3 ですね、新しいボタン、ここにね CP ボタンというのがあるんですけど、これコンビネーショナルフォトグラフィーかな、コンビネーショナル撮影ができるようなボタンが搭載されています。これがすごく良くて、これを押しながらダイヤルを回すとこんな感じでコンビネーショナル撮影がねできるんですよね。ハイレゾ、いわゆるこう画素数を上げるものであったり合成してねとか、ライブ ND っていうのがあって、これでね ND フィルターがなくても長時間録音ができる撮影ができるんですよね。であとライブ GND っていうのもあって、ちょっと一個一個見ていくと、これですね ND が例えば64一番暗くなるようなものですね。本来ね ND っていうのはカメラのフィルター部分に取り付けるんですけど、これがねなくても、使えると。で ND ってそもそも光を減光させるんですよね。今ですねシャッタースピードが8秒になってて、これってさ普段はさ何分の何秒とかだと思うんですけど、これを8秒10秒とかにしてあげて、F 値もね、10ぐらいに絞りましょう。11ぐらいにしようかな。はい、でこれで8秒間シャッター切ってみましょう。撮ってみると、ちょっと待ちます。はい、できました。これ確認するとジャンと分かるかな、滝がね糸のように流れてるというような写真が撮れます。これどういうことかというと、シャッタースピードが8秒間開くので、その間ずっとシャッターを切れると。でそうすると今みたいなね長時間録音で滝が糸のようになるんですけど、それだとシャッターがずっと開いてるので光がとにかく入ってきちゃうと。で F 値を22とかねめっちゃ絞ってもよりでも多すぎるんですよね。そういった時にライブ ND っていう機能を使って ND フィルターのように減光してあげることによって、こういう日中でもなんとね長時間で撮影をすることができると。結構激ヤバじゃないですか。こんなね機能が入ってます。これすごいですよね。で他にもこのコンピュテーショナルフォトグラフィーのこの GND シリーズですね、これもすごくて、これ何かというとですね、わかるかな、これ部分的に ND をかけていくことができるんですよ。他にも回転をさせることもできるので、要は明るい部分だけを ND フィルターをつけてあげるみたいなことができます。だから例えば窓奥がねちょっと飛んでしまうようなシーンとか、ちょっと外がね明るいなっていう時はこれで角度をつけてあげて、ちょっとこの辺かなみたいな感じでやってあげると、部分的な ND を活用して撮影をすることができちゃいます。はい、やばいっすよねこれ。ちょっとねこんな感じでいろいろと撮ってみようと思います。特にねああいう滝壺とか川のところではこれを使うとよりね水面がね、透き通ってこう平らになったりするので、ちょっとね撮ってみましょう。ということでね、ちょっと今からね別のところ行こうと思ったんですけど、駐車場にねすごい桜がね早咲きでちょっと咲いてます。はい、まだね3月の中旬ぐらいなんですけど、ちょっとね咲いてたんで、ちょっとねとある機能をご紹介したいんですが、OM3 ですね、ここにカラーをねいじれる物理ダイヤルがあるんですよ。でこれ大きく分けるとカラーとモノとアートフィルターとカラークリエイターというねものに分けることができるんですね。まずねちょっとこのカラーとモノクロのカラープロファイルから見ていきたいんですけど、これすごく良くてね、カラーのプロファイルコントロールにした状態でまず4つの中のねプリセットを選んであげるんですよ。この時点で結構いい感じなんですけど、そこからさらに黄色とかマゼンタとかブルーとかピンクとかねグリーンとかね、そういったものを自分好みに調節していくことができるんですよ。例えばこの桜がピンクだからピンクの色だけちょっと強めようかなみたいなこともできるし、でさらにトーンカーブとかまでねいじれてしまうんですよね。これもすごいですよね普通に。あとシェーディング効果、ビネットっぽいやつとかもつけれるし、シャープネスも上げて、でコントラスト上げたりとかね、こういったことができます。ちょっとねこれビフォーアフター見てみますか。はい、こんな感じ。全然違いません？でねすごくいいのが、このスタンダードに戻すのを物理ボタンで戻せるから、普通に撮りたいなと思ったらそれで撮ればいいわけなんですよね。これめっちゃいい。しかもこれねモノクロでもできるので、モノクロにしてモノクロの状態で特殊なその一色のカラーだけを強く出してあげるとか、そういったこともできるようになっています。でモノクロのプリセットみたいなものも4つの中から選ぶことができるし、
でモノクロだけは流浄効果もつけることができるんですよね。流浄でこのちょっと逆にノイズっぽいようなシーンとかのようなこんな感じかな、はい、つけることもできたりするんですよね。これねカラーにも欲しかったんですけど、ほらめっちゃフィルムみたいこれめちゃめちゃいい。でさらにこのアートフィルターっていうのがあって、これでもうめちゃめちゃ多いプリセットをたくさん選ぶことができるんですよ。これはねフィルター16種類あるんですけど、これねだいぶと結構いろんな色がある。こんなやつもあるし、トイフォトとかこんな感じのものもあったりとか、僕はこのジオラマとかのナチュラルな感じも好きかな。で最後このカラークリエイターっていうものを使えば色相とねサイドを自分好みに強めていくことができるので、例えば桜のシーンでピンクっぽいのを撮りたかったらこんな感じにもできたりするし、逆にね緑をね生かしたいなと思えばちょっと暖色味のあるこういうのにできるという感じになるので、めっちゃおもろいです正直。で僕ねすごくいいなと思うのがこれが物理ダイヤルであるというところなんですよ。なんか結局いろんな色とかを使えるみたいなのになってもカメラの中ソフト側でしか使えなかったらなんかもうめんどくさくなっちゃうんですよね、僕の経験上なんですけど、これはもう物理ボタンでカッカッカってやっていくだけで楽しめるし、それでいてここのね真ん中に戻すだけでスタンダードカラーになるっていうのはほんまにめっちゃいい。トイフォトめっちゃいいぞ。なんかねトイフォトいいかも。マイクロフォーサーズとはいえめっちゃボケるわ。50mm の F1.8 のレンズになるので、ちょっとレンズはね後ほど紹介しますが、全然ボケるね。ちょっとさめっちゃくちゃいいプレゼント見つけたんですけど、このアートフィルターのこのねファンタジックフォーカス、これめちゃくちゃいいんやけどさ、ちょっと待って、筆こんな感じ。めちゃくちゃ良くないこれ。これね多分僕の韓国人のねお友達たちみんな好きやと思うみんなもはやこれフィルター使ってさこういうテイストに仕上げるんですよ。待ってめっちゃいいぞこれさ。ちょっと他でも使ってみる。なんかめっちゃねミストをねかけてるかつコントラストを柔らかくして、でもサイドはちょっとしっかり出してるみたいな感じかな。このフィルターねなんかこういう太陽光がある時に撮るとめっちゃいいと思う。ちょっと撮ってみてくれる？めっちゃいいやん。これめっちゃいいやん。いいねいいね。はいということで鵜原理想郷というねところに来たんですけど、やば久しぶりにこんな開けてるとこに来たな。気持ちいい。千葉にこんなとこあったんやな。さっき言ってたカラーのフィルターがあるじゃないですか。あれがねマジで良くて、ちょっとここでも撮ってみるんですけど、いやこれやっぱめっちゃいいわ。他にもねちょっと撮ってみたんですけどこんな感じでした。どうすかめちゃくちゃ良くない？僕個人的に OM3 で一番気に入ってるのこれかもしれへん。ちょっとねさっき発見したばっかりなんでそんな PC でガッツリ見たわけじゃないけど、いやこれはなかなかいいんじゃないかなと思いますね。はい、でそしてですねレンズですよ。レンズ今回ね使ってるのめちゃめちゃねちょっとすごく良くてですね、レンズ自体もねかなり新しいね新作とのことなんですけれども、まずこちら、25mmF1.8 のレンズですね。これがねもうマジでいいね。マイクロフォーサーズなので換算 50mm かな、2倍ぐらいになるんですけど、50mm で F1.8 投資になります。でマイクロフォーサーズなので、フルサイズとかよりもねやっぱりボケは少なくなるんだけど、でもね F1.8 なので割としっかりボケるし、すごくね使いやすいしマジめちゃくちゃコンパクトで、それとねほぼ同じぐらいのサイズかなのもう一個が 17mm ですね。はいこちら、換算 34mm ぐらいのレンズですね。こちらも F1.8 のレンズになりますので、これめっちゃ普通にボケるんですよ。ちょっとね今この画面撮ってみようと思うんですけど、さっきから言ってるこのお気に入りのフィルターで撮ると F1.8 でこれぐらいボケます。35mm、はい 34mm か。どう？全然十分ですよねこれぐらいボケたら。はい、なんで意外とねボケはなんか全然いけるなという印象があります。はい、でこのねレンズ2つとも防塵防滴なんですよ。はい、なので全然ね小雨とか、ちょっとした外の撮影も全然余裕でいけるし、でしかもねこれ最短撮影距離がね 0.25m なので25センチぐらいなんで、だいたいこの辺ぐらいまで寄れんのじゃないかな。寄れてるね。ここはここもいけんな。これぐらいいけんな。これぐらいかな。これぐらい寄れて撮れますね。全然寄って撮れるわ。いいなこのレンズ。僕もね昔ルミックスの GH5 とか持ってたんで、いやあの時使いたかったなというレンズですね。これはこのコンパクトさはめちゃめちゃいいわ。でちょっと今回ねこの2つしか持ってきてはないんですが、他にもですねキットレンズの 12mm45mmF4 とかもすごく万能で、ね、使いやすくて 25mm90 かの F4 であったりとか、あと僕ね OM1 のねレビューをさせていただいた時にめちゃくちゃ使った 12mm40mmF2.8
8投資のプロの2型レンズ、これはねめちゃくちゃ良かったねもう1本買うならこれがあったらいいと思うし、2480ぐらいで使えるのでもう万能に使えますと。で他にもねよりこうがっつりとね絵を決めたい時とかは 45mm の F1.2 のプロレンズとか、あとは僕動物園とかにもね持っていった 40-150mm F2.8 プロレンズとかもかなりね良かったので、レンズはね結構めちゃくちゃいろいろあるし、しかもねやっぱフォーサーズなのでめちゃくちゃねこうレンズも小さく積むっていうのがとてもね運用しやすいところにはなりますね。はい、ということでですね、今2日目なんですけれども、鹿島神宮というところに来ておりまして、ここでね、2日目ちょっといろいろと撮ろうと思うんですけど、ここからはですね動画性能です。はい、このカメラ動画割としっかり撮れちゃうんですよね。なのでちょっとねまず昨日ね紹介しようと思うんですが、このカメラで撮れる動画ね結構いろいろとあって、一番ねおすすめなのが OM シネマ1、OM シネマ2というね動画をよりシネマカラーにね仕上げてくれてるプロファイルみたいなプリセットがあるんですよね。それを使って撮ると、結構もう撮って出しで、動画が楽しめるみたいな感じのものが搭載されてます。でそれが動画モードにしてあげて、ここの記録コーデックを H265 ではなく H264 にした状態で、ここですね、この OM シネマ1、シネマ2、これが、要はね結構シネマカラーで楽しめるみたいな。で他にも僕は OM ログ400でも撮れますので、これでもね僕は楽しんでるんですが、結構ねこのシネマ1シネマ2がねルックが割といいので、ちょっとね撮ってみようかなと思います。ちょっとねこのみたらし池っていう鳥の下が池みたいなねところがあるんですが、じゃあ一回まずフラットで撮りましょう。はい、これがねフラットカラーですね。割と色もしっかりと出てて、綺麗な色ですよね。はい、で次これがシネマ1ですね。シネマ1は結構コントラストが柔らかくてフラットな印象ですよね。これがもう取って出しで楽しめるというような形です。で次これが OM シネマ2ですね。はい、だいぶフラットやね。この OM シネマ2に関しては僕的にはねちょっとコントラストなさすぎるので、僕は結構パキッとした映像が好きなんでね、ちょっとあんま使わない。どちらかといえば1の方が好きなんですけど、でもこういう雰囲気が好きな人にはめちゃくちゃねいいかなと思います。でですね、もう一個さらにね OM ログ400っていうものがあって、それがね OM さんのログ撮影というようなものですね。ログ撮影っていうのはもともと色を淡い状態で撮影していて、でそれをこうカラーグレーディングでいろんなこう色表現をねできるようにするためのものなんですけど、そういった撮影方法ができます。なので一回実際にねこれで撮って僕が綺麗にねちょっと色を入れてみたいと思います。これが OM ログ400ですね。こんな感じで自分でね好きなカラーをねつけていくことができます。で僕ね今回ねいろんな撮影シーンでログで撮影をしていたので、こういう風に綺麗にね撮影をすることができました。全部ね自分好みに後からねカラーグレーディングをすることもできるので、やっぱりこれはね一番柔軟性があって、でこのログで撮るとダイナミックレンジっていうのがめちゃくちゃ広くなるので、明暗さ、明るいところ暗いところの幅っていうのが広く撮れるので、よりこう白飛びしにくかったり黒つぶれがしにくい映像をね撮ることができます。ただこういうのがもうめちゃくちゃむずいよっていう方もいらっしゃると思うんですよ。そういった方にはこの OM シネマ1とかシネマ2での映像っていうのもめちゃくちゃ綺麗なので、そこをね楽しんでもらえたらいいかなと思います。ちょっとねめちゃくちゃ美味しそうなみたらし団子があったので買ってきました。いただきます。うまっ。めっちゃ食べかけやけどフィルターで撮ってみようかなやっぱなこれ。この逆光合うな。でこの動画性能に関してねもう少し詳しくお話をしたいんですが、このねカメラなんと 4K60 フレーム、要は 4K のスローモーションもね撮影することができます。今回結構ねいろんなシーンでスローモーションを撮っていたんですが、要は 4K で滑らかな映像が撮れる、このフレームレートっていうのが1秒間に何枚記録するかっていうところで、60枚撮れるとよりスローにね編集をすることができるんですね。普通にね今見ていただいている通り映像めっちゃ綺麗ですよね。こういうのがこのカメラでねサクッと撮ることができますと。で僕的にめちゃくちゃね可愛いなって思うのが、これレックするとここ赤のねタリーランプがつきます。可愛くないですか。でこのレック中に、赤枠のね表示も出るので、撮影してるっていうのが
前からも分かるし、後ろ撮ってる人もしっかり分かる。だから撮られている時に今撮ってるなっていうのがすぐに分かるような構造になってます。はい、これはねすごくグッドです。でね、この動画の手ブレ補正もマジでやばくて、結構歩きながらいろいろと撮ってたんですけど、マジでブレへんマジですごい。これは使ってきたカメラの中でもだいぶと上位に入るぐらいの手ブレ補正能力かなと思います。メニューを見ると分かるんですが、 MIS オフが手ブレ補正を行わなくて、この1ですね、これが電子手ブレ補正もセンサーシフト式、これが光学だと思うんですけど、これを両方ね、合わせると、でこの2が電子補正をしないみたいな感じになるので、要は光学と電子を使い分けることができるんですね。でこの1の光学も電子もやる方でいろいろと続いたんですけど、めっちゃ効くマジでびっくり効いた。特にねこの足元をね、僕こうやって普通に追いかける感じで撮ってただけなんですけど、これでもめちゃくちゃ効いて、全然ね、ジンバルまでとはいかないんですけど、歩き取りとか全然余裕でできちゃうなという印象があります。で電子補正入れてたけど、なんかそんな別にめっちゃぐにゃるみたいな歪みとかも特に感じはしなかったので、優秀な手ブレ補正かなと思います。であとはね、熱耐性みたいなところに関しても、今ね3月で言うてねそんな暑くないので、熱耐性は全然正直ね止まることは今のところないです。でちょっとね帰って検証しようと思うので、検証結果はこんな感じになったんで、カタログスペック上は結構持つとのことなので、それなりにね取れるスペックなんじゃないかなというふうには思っております。はい、ということでですね、だいたい2日間ね撮影をしてきましたが、いかがだったでしょうか。最後にですね、このカメラを使って、僕がね感じたこと、どういうふうにね実際の使用感を思ったのかっていうところをお話しできればなというふうに思っております。まずですね、自分の中のいいギャップだったなと思うのが持ちやすさです。はい、すごいフラットなデザインにもかかわらず、意外とねしっかり持ってます。確かにグリップあるものに比べたらそこまでねガシッと感はないんやけど、ここのねサムレストがあるので、あんまりね滑らずに持つこともできるし、ダイヤルとかのね質感っていうのはもうめちゃくちゃ良かったです。一方でねちょっとジョイスティックがないので、そこら辺の操作がしにくかったなっていうのと、あとはメニュー画面の一番大元のメニューみたいなところを変更できないんですよね。一番でかくメニューを移動させることができなくて、メニューってねこの一番上とこの小さなこの中身があるじゃないですか。でこの一番上をね変えるにはタッチをしていく必要があるんですよね。っていうのがちょっとやりにくいというか、一時タッチしないと大きく飛ばせないっていうのがやや使いづらかったなというふうには感じました。であとすごく良かったところで言うと、バッテリー持ち、バッテリーがねめちゃ持つ。本当にこの2日間1回しか変えてないし、ボディサイズにしては結構大きめのバッテリーに、なってるのかなと思うので、結構持ちました。1日1個でも全然なんかいけちゃうなっていうぐらいの印象なんで、動画をめっちゃ撮るとかだったらちょっとむずいかもやけど、写真ベースだともう絶対1個でいけると思うので、バッテリー持ちもね良かったなと思いました。であとねハイレゾショットですね。ハイレゾもねいろいろと撮ってみたんですけれども、そもそもねこのコンピテーショナルフォトグラフィーのこのボタンを使って、ND とか使えたと思うんですけど、ここにハイレゾショット、要は複数の写真を合成して画素数を上げるみたいな、そういったショットがあるんですが、それが手持ちのものもあれば、手持ちで5000万画素ぐらいで、三脚で8000万画素ぐらいのものを撮ることができるんですが、これで撮ったらやっぱりね普通に撮るよりもね画素数が多いので、よりクロップ体制がつくっていうので、これ結構しかも手持ちで使えるってすごいじゃないですか。やっぱり手ブレ補正能力が効いてるのか、その辺がねやっぱ OM さんのね面白さだなと感じました。でこの OM3 の僕が一番ね本当に良かったなって思うのが、プロファイルのファンタジックフォーカスです。これはほんまに良かった。ここでもねたくさんそのモードで撮ってたんですけど、ほんまにミストが効いてるような感じがしてて、わざわざフィルターをつけなくてもいいし、ハイライトがすごく柔らかくなって、最近の僕の友達のトレンドもそんな感じが多くて、僕もいいなと思ってたんですよね。なのでこういったものがカメラ内でね撮れちゃうっていうのがもうほんまにいいなと思いました。このテイストはねちょっと他のメーカーでもぜひね採用していただきたいなと思うぐらいね、ここマジで素晴らしいと思います。で逆に一方で流浄効果、要は、モノクロの時にグレインエフェクトみたいなザラザラにさせるみたいなことがモノクロだとね、ここのダイヤルがモノクロの場合だとできるんですけど、これがカラーだとできないんですよ。カラーでもやりたいよこれわからんけど、ファームウェアのアップデートが入るとよりね嬉しいなというふうには感じましたね。であと色味に関して動画のところでもね少しあるんですが、この OM シネマの1と2は、色自体はすごくねいいと思うんですよ。取って出しでねこのカラーが使えるっていうのはめちゃくちゃね魅力的かなと思うんですが、これ8ビットのみなんですよ。このカメラは H264 と H265 ね選ぶことができて、ちょっとこのフォーマットが変わるんですが、 H265 だと10ビットが取れて、 H264 だったら8ビットなんですよね。でこれが8ビットでしか取れない。なので10ビットのその OM シネマが使えない。あんまりね取って出しで楽しむ方からしたら10ビットいらんよっていう方も多いとは思うんだけど、なんか最終グレ
レーニングしたくなった時にやっぱ10ビットあった方がねいいなっていうふうに思ったので、あとねそのログだったら10ビットで取れるんだけど、その切り替えをねわざわざしないといけないとかになってくるので、ちょっとあの辺がねもどかしかったかなというふうには思いました。であと1個だけあるんですけど、ログ撮影時にラットプレビューができるんですよ。ログって色が淡くなるんですけど、それをねちょっとこうプレビュー時に戻してあげる、ラットをちょっと簡易的につけることができるんですけど、それでね確認はしやすくなるんですが、プレビュー時はならないんですよ。再生のねプレビューをした時はラットがね取れたというかログの状態になっちゃうんで、そこもねちょっと再生時にねできると嬉しいなというふうには感じたかなと思います。という感じかな。総じてねこの物理ボタンでねこのダイヤルがついてるっていうのはもうめちゃくちゃね素晴らしくて、ファンタジックフォーカスのね色味とかも含めてもうめちゃくちゃ楽しいので、すごくね色味も楽しめるんだけど、もうちょっとっていうところがねいくつかあったので、最後にねお伝えをさせていただきました。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。このね OM3、マイクロフォーサーズカメラではあるんですが十分綺麗でしたよね。めっちゃボケてたし、普通にこのねこのレンズ本当に 25mm と 17mm の F1.8 シリーズの2型かな、めちゃくちゃボケるし普通にめっちゃ綺麗やし、手ブレ補正エグかったじゃないですかっていうのがあるので、フルサイズもねフルサイズならではの絵があるしダイナミックレンジもあるんやけど、でもやっぱマイクロフォーサーズっていうねこの小型システムでの運用っていうのはこれにしかないねすごい楽しさもあったんじゃないかなというふうに思いました。あんまりねフォーサーズカメラを使ったことがない方はねぜひ一回ね使っていただければ嬉しいなというふうに思っております。 OM3 ぜひねよかったらチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。